F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。僕らは何に夢見てどこへ向かうべきなのか、裏切りや駆け引きの中手にした勝利にどれほど価値があるのか、太陽は断ち切れぬ宇宙を抱えても未来照らし続ける強く儚きものよ、この手を引き導いて真実と呼べる場所であるなら、戸惑い傷ついてもこの視線の向こうまだ答えは見えない。さあトップを走るのは竜スナグのドラゴンバード。他のマシンを引き離しすでに独走状態だ。どうやら今日は楽勝だな。ジャック、今日も晩飯よろしくな。今月厳しいんだぜ。勘弁してくれよ。なんだおっと後方から一気にトップに躍り出たのはキャプテンファルコンのブルーファルコンだ。挑発か。こないだは助けてくれたのにどういうつもりなんだ。抜けない抜かせない、鉄壁のブロックでドラゴンバードに隙を与えません。あいつ後ろに目がついてんのか。コーナーで勝負だ。おっとドラゴンバードインコースから脱ぎにかかる。どうだ。何。またドラゴンバードゴール目前でクラッシュ。ブルーファルコンゴール。ドラゴンバードを抑えキャプテンファルコン堂々の優勝です。リュウさん、そろそろ帰りますよ。けどもったいなかったな。あとちょっとで優勝だったのに。キャプテンファルコンって私たちの味方だとばっかり思ってましたけど、今日のレースはがっかりです。結局は賞金目当てじゃったってことかの。それにしても竜のやつ派手に抜かれちまったよな。インコースを抑えたと思ったらそのまたインから抜かれるなんてよ。分かってる。次は絶対負けないからな。残念ですが、そう簡単には勝てないかもしれませんよ。これを見てください。ああ、これはまた見事にブロックされてるよな。走りに隙がない。こいつに勝つのは至難の技じゃな。マシンの差だなんて言いませんよね。あおい、何をするつもりじゃ。確かめたいんだ。俺がそんなにファルコンに劣っているのか、あいつとの差がどれくらいあるのか。もう一度走ってくる。竜ああ、熱くなっちゃって。ったく高機動招待の目的忘れてんじゃねえか。俺に何が足りなかったんだ。どうしてファルコンはあんなに速く走れるんだ。ダメか。それならまだだ。もう一度。それで結局キャプテンファルコンのタイムに追いつけなかったと。追いつけないどころか一向に差が縮まらないんだ。他のマシンがいないクリアラップだってのに。
やっぱすごいんだなキャプテンファルコンって。どこにそんな差があるんだ。直線のスピードだって負けてないし、コーナーだってギリギリまで攻めてる。それなのに。タイムは正直だ。埋めようのない差があるってことだろ。じゃあ仕方ねえじゃねえか。仕方ないとかそんな言い訳はしたくない。男として一人のレーサーとして俺はあいつに勝ちたいんだ。竜。けどどうするんだ。やるべきことは全部やったんだろ。ああ、悔しいが今の走り方じゃ絶対に勝てない。一つ聞きたかったんですが、え？リュウさんは150年前も同じ走り方だったんですか？いや、あの頃は F0 なんてなかったからな。マシンに制御装置もついてなかったし。あれだ、あの走りだ。何？どうしたの？あの時の走り、制御装置を外して走ればキャプテンファルコンに勝てるかもしれない。俺はいつの間にか F0 マシンに合わせた走りをしてたんだ。パイロットの安全を守る制御装置、あんなものは150年前の車にはついてなかった。言ってみれば俺は誰かにブレーキを踏まれたままレースをしていたんだ。制御装置を外して自分のテクニックだけで走れば。バカ言ってんじゃねえよ。制御装置のない F0 マシンなんて手綱のねえ暴れ馬と同じだ。人間の扱える代物じゃねえよ。その暴れ馬を乗りこなさなきゃキャプテンファルコンには勝てないんだ。サンキューマスター。それじゃ。たく相変わらず無茶苦茶だな。無茶でもやらなきゃいけないことがあるんでしょうね。確かにな。でもバートのおっちゃんよく気がついたよね。制御装置のことなんて。いや、大したことじゃ。ダメじゃ。制御装置を外して走るなど。そうです。マシンがまっすぐ走るのだって、あんなに高速でコーナー曲がれるのだって全部制御装置のおかげなんですよ。分かってるけど、キャプテンファルコンに勝つにはもうこれしかないんだ。リュウさん。ドラゴンバード、お前の本当の姿を見せてくれ。危ない危ない。リュウさん、だから言ったじゃないですか。怪我してからでは遅いんですよ。心配するなって。じゃあ行ってくる。リュウさん、もう壊れても修理してあげませんからね。これが制御のない F0 マシンか。確かにこいつはとびきりの暴れ馬だ。この来ました。ようやく一週間。リュウさん。大丈夫か。タイムは聞きたいか。分かったじゃろう。制御装置を外して走るなんて人間技じゃない。他の手を考えよもうおしまいか。情けねえな。自分から言い出したことだろ。途中で投げ出すようなやつは高機動小隊には必要ねえぜ。ジャック。ちょっと煽ってどうするんですか。ジャックさんにだってわかるはずです。リュウさんがやってることがどれだけ危険か。けどあいつはまだやるみたいだぜ。サンキュージャック。おかげで目が覚めた。そうこなくっちゃな。何をする気ですか。レースは1台でするわけじゃねえからな。俺が相手してやるよ。ジャック、よし。ちょっと待ってください。少しは人の話を聞いてくださいよ。仕方ないさ。男ってのはああいう生き物なんじゃよ。もうせめて無事に帰ってきてくださいね。どうした。まだフラフラしてるぜ。大丈夫。これでもさっきよりはだいぶマシになってきたんだ。イメージはできてるんだ。あの時の走り、あれがレースの時に出せれば。あの走りは制御されたマシンでは不可能だ。危険でもこうするしかない。
こだ。このままスピードを殺さずにコーナーを曲がってしまった。ジャック！ジャック！ジャック！バカなことを。あなたもどうして止めなかったの？やっぱレースに勝ちたくて。その気持ち私にも分かるつもりよ。レーサーとして誰にも負けたくないって気持ち。でも私たちの任務はキャプテンファルコンに勝つことだけじゃない。分かってるわよね？すまない。頼んだぜリュウ。あの走りを完成させてキャプテンファルコンをぶっちぎってくれよ。いやああ、すまない。こんなにしちまって。マシンは修理できる。だが命はそうはいかん。そんなことは今さら言われんでも分かっとるだろう。あの時お前がやろうとしたやり方分析してみたが、ドラゴンバードになら確かに可能じゃ。ブースターによる加速のパワーでマシンを回転させ、スピードを殺さずコーナーを曲がる。マシンにかかる負担を考えると1レース1回が限度じゃろう。だがそれは人の操れる技じゃない。バランスを崩したらマシンは制御を失って。幸いジャックは骨折ぐらいで済んだが、この次は悪いことは言わん。あの走りはやめるんじゃ。俺はピザからやシルミやら、我が魔力に導かれしカードよ。キャプテンファルコンを仕留めるのにふさわしいものを指し示せ。ジョディ様、なぜキャプテンファルコンを倒すのにこいつが必要なのだ。まあ私の占いで出たのだから間違いない。我が家に伝わる伝説のブラックマジック。生涯にたった一度だけ物体を意のままに操ることができる。これを使ってキャプテンファルコンを仕留めてくれるわ。ここウェーブパニックサーキット、いよいよスタートです。果たしてブルーファルコンを破るマシンはあるのでしょうか。またまたブルーファルコンの優勝記録更新となるのでありましょうか。キャプテンファルコン。リュウ、何しけた面してんだよ。ジャック、お前大丈夫なのか？ああ、俺の怪我を負けた理由にされちゃたまんねえからな。いいか、俺の怪我なんか気にするな。全力でぶっ飛ばしていけ。練習の時に見せたあの走りをもう一度見せてくれ。そして絶対に勝て。ジャック、ジャック、ありがとう。ご命令通り仕掛けてきました。ご苦労。せいぜい頑張ってくれ。赤マシン一斉にスタートです。早くも先頭に躍り出たのはキャプテンファルコンのブルーファルコンだ。おっと、ドラゴンバード一気にマシンを抜いていきます。速いドラゴンバード、まさに天かけるドラゴンのような凄まじい走りだ。待たせたな。勝負だキャプテンファルコン。やっぱり簡単には抜かせてくれないか。
あいつ。よし。今だ。いけ俺には無理なのか。竜、戦う気力のない男は高機動小隊に必要ないわ。あなたは何のために頑張ってきたの？勝つためじゃなかったの？レースに、そしてキャプテンファルコンに。そうだよな、ジョディ。分かったら結果で答えて。了解。我が呪いをあの者を操り、キャプテンファルコンにしよう。何これ、マシンが勝手に。何？ジョディ！これは一体どういうことだ。ジョディ・サマーのホワイトキャットいきなりブルーファルコンに追突。ジョディ、何してる？私は何もしてない。マシンが勝手に動いてるのよ。なんだって。ゆっくり遊んでな。今日の賞金は私のものだ。ジョディ、少々荒っぽいやり方だがマシンを止めさせてもらう。任せたわ。キャプテンファルコン、あんたも手を貸してくれ。いいだろう。竜、行きなさい。行ってキャプテンファルコンとの勝負をつけてきなさい。了解。さあドラゴンバードもレースに復帰。しかしすでにファイナルラップだ。トップのソニックファントムに追いつけるのか。キャプテンファルコン、俺はまだあんたにはかなわないかもしれない。だが今日は何としても勝ちたい。ジャックやジョディ、仲間たちのために俺はあんたに勝つ。あいつらいつの間に。ならば頼むぜ。こいつらもう逃げ場はない。そのままコーナーに激突させろ。竜さん。竜、右もダメ、左もダメ、ブレーキも踏めないとなれば方法は一つしかないよな。死ぬ気か。何？もらった。竜、なんとゴール直前最終コーナーを信じられない技で制したのはリュウスナグのドラゴンバード。前回の雪辱を晴らし見事優勝です。竜、男だぜ。バカな。キャプテンファルコン、いいレースだった。ブーストのタイミングを忘れるな。竜、そろそろ引き上げ。
キャプテンファルコンはもしかしてファルコンは俺を試したのか？キャプテンファルコン。鳴らした涙も焦げつく痛みも全てを掲げて胸を張りたい。どんなに小さな存在価値でもまっすぐ前だけ見据えてみせる。いつか見た違う場所たどり着くは奇跡まで。たとえ何が起きたって決して負けない。 We all go up 今描いている未来はそう変えられる。 We all grow up さあ走り出そう。想いの力で切り開け Get my dream。 この村が古元良くなったのはオクトマン先生のおかげなのや。ありがたやありがたや。なんだ、オクトマンブリッジにオクトマンダム数え上げたらキリがねえ。全部先生が作ってくれた。さすがは軟体生物界の救世主オクトマン万歳。万歳。次回 F0 ファルコン伝説オクトマンドリーム。君の心にブーストファイヤー。いやあ、今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。群馬県桐生市藤掛大樹くんからの質問。リュウとジャックとバート先生は何歳なの？リュウさんは7月28日生まれの23歳、血液型は A 型。ジャック君は5月5日生まれの24歳落ち着きのない24歳ですね。ちなみに O 型。先生ですか？先生は4月10日生まれのナイスミドルです。血液型は落ち着いた A 型。先生にプレゼントくれるって？いやいや、その気持ちだけで先生は十分嬉しいですでも気持ちってなかなか伝わりにくいからなそれではごきげんよう。